オ・ポンスさん、当時37歳。爆心地から 1km の広瀬北町で被爆しました。オさんは昭和8年日本に渡ってきました。広瀬北町で建物疎開の作業中に爆心地に背中を向けた格好で被爆しました。現在は焼肉店を経営する傍ら、広島県朝鮮人被爆者協議会のメンバーとして活動しています。その当時原爆の時にね、わしは実際ここ広島をおったんじゃないですよ。わしがおったのは佐渡町川内その当時は川内村じゃったんじゃか、川内村おったんじゃか、その川内村でもぬくいいうところと、それから下中条市いうところと2つに部落が分かれておる。その分かれておるのに、その1週間ほど前に高田郡のカムネの方へ飛行場ができるって。飛行場へ行ってから勤王大市で行って那須じゃったが、勤王大市市で住んでこう来たり、それで2回目にあこにまた勤王大市でいう命令があったり、それじゃけぬくいと中条市とくじ引きやったり、くじ引きをやって、やった結果がわしは中条市おったんじゃけ、中条市の分はカムネの飛行場へまだ勤王市行くことになって、ぬくいいう部落は広島へ家を全部疎開して、もう6分で軍隊が出て6分でくぐって引っ張って、それから倒しおったい。その家を倒すところへ来るようになったけ、わしが他の仕事を手をもっても出られんし、明日明後日勤王市カムネに飛行場こしれと勤王市出にゃいけおる、その間にここ家を転がすところへものすごいいい木が出たい。その当時は木を買おう思っても軍隊の証明書がなかったら木が手に入らんかった。その木を取りに来たよ。前に日に取って自転車で運んで、それから残り2束ほどくくったものをここに鈴木いう小間物戸屋があったい。その家にわしはここで預けておいて、その8月の6日にそれを取りに来たい。取りに来ておはようございます言うて挨拶したら中に人がおったよ。向こうも返事があって、自転車を立てておいて、行きは下げて自転車に乗せて、もう一つ荷物を下げよう思って腰を半分ほどこうかごむとのガーッとちょうど天気写真写すのと同じよ。それでガーッと光ってから光ったけをわしは転げて、それから起きて起きよう思ったらまたひどい爆風ね、もう風みたいなのが起きたよ。それで2辺転げて起きて見たら1分のならんうちにこの寺町の方へ寺が寺よりまだ大きい寺ある。昔の寺大きかったよ。寺がずーっとあったし、ここらも家がみんなあったのいっぺんない、一つもない。それからわしが起きて夢中でも何か分かるが、日和がようでもものすごい日和がよかったか、いっぺんにもう埃でお天道さんが見えんで真っ黒でもう埃だらけでね。それでわしは通りがその当時は通りがなかったい。それでここに広っ端みたいなあれちんじゃったい。それで川何を飛び込んだい。川入ったら家が転げて、もうその駅にもう怪我した人間がいっぱいおるよ。それでこりゃいけんの思ってわしは上がって、それから自転車のから輪をこう回してみたら回ったよ。
回ってるけこれはまあ何をその当時は原爆か何かわからんない。それだけ何こう橋の渡ったら僕は淡路の橋があったり橋渡ったら家行こう思ってからのそれから自転車をこう回したら輪を回るけ引っ張ってわしが引っ張ってここが電車の乗り場じゃけここ通ってから行く時にはもう橋の淡路橋のところに昔は声を白鳥が組に聞いたらねバサじゃったバサを声を組んでから言って生きようってのそれ馬の砂を持って人間も馬も皆死んでおるそれだけわしはそれを淡路橋を渡ってそれで横川のところからずっと川ほどりは昔は地上トラックで運るんじゃなしいかだ言うてから掛け奥から木をのいかだでこう川で流しおったり流してちょうどつける都合がいいけ周りがずっと橋渡って鉄橋の間は全部材木屋だったその材木屋の家がもう全部転げてないそれで横川の方へ行って逃げよう思っても逃げられんのよ家が両方から転げておるけ逃げられんけそれだけ見たら川のところへ船で人を乗せおったよすまんがちょっと乗せてください言うたらここは乗られんのじゃよまあ人が多いけ乗られんのしようないけわしゃ家を転げたその上を屋根を歩いたよ自転車引っ張って歩いてずっと鉄橋のところまでようやく行って鉄橋のところ行って鉄橋をわしが渡ったよ渡ったら内田の小平橋いう橋があるあこに油タンクがあった油タンクが燃えてからブーブー燃えおるそれでからそこを渡ってからすぐわしがもう自転車ももう竹やぶの方へ投げてしもうてそれから見たらもう兵隊がもう川のほとりに住んでおるのを見たらちょうどの石垣やろう思って玉石を開けたのと同じそれだけもうそれを見たらわしも自転車も何も入れ自転車も捨ててしもうてそれからわしは逃げよう思っても向こうは火が燃えおるし逃げるとこないんでしょうないか大高橋大高川へ入ったよ川へ入ってこう行ったら分かるわなこう水源地言うてから島見たようになっておるの川入ってその島の上がってからだいぶその島の端まで歩かにゃいけんのじゃけそれで歩いてそこからまた川入られて川入ってそれから今度泳いでそれからその時にわしの格好はこの腰の方からこの川がコロッと向けてちょうどホイトがポロ服着たのと同じよ川が向いてから両方ぶる下がっとるそれでこ聞いたらそれだけ誇りがあるの内田までいるとおじさんが見えるもう火はガンガンと照らすしこの背中の皮がむけておるんじゃけもう井戸でやれんのそれはもう自分が原爆に覆って見た人間じゃなければその辛さは分からんあんたらねの若いけ原爆見たこともないけなるほど原爆というものは怖いんじゃないうことしか知らんじゃろそうじゃがわしら小さい原爆を覆って見たけそれで皮をむけておるそれで入ってそれから内田の水源地の方へ上がったよ上がったら上からもう助けて言うてからもう皆親子が広島用事があって出たの皆死んでおる皆探しにも来おるそしてこっちも助けて言うても皆助けてやらにいけんのにあんた手がた思う
それからわしはようもうその時にわしがとこと寝転んでおったら死んでおるよ。それじゃけ一つも寝転んかに頑張って若いけ、その頃わしは年が34じゃけの若いけ、それじゃけ何を歩いて、それから内田の方行きゃ今にあるんじゃ不動院いう何が寺がある。あこ入ったらの何が、まあ一人やけどした人間をし白い薬をこう塗りよって、すまんかのこがになっておるけど10日してから塗ってくれ言うたら、ここは薬がないんじゃ、ないけどすまんか、へさかの小学校まで行ったら軍隊もおるし看護師さんもおるけ薬があるけ、あこまで歩いてくれ言う。そうじゃまあしょうがないけ、わしは喉が渇ってやれんけ、水いっぱいください言ったらおばあさんが水を丼いっぱい汲んできてから、わしはカブカブ飲んだい。飲んだら息子が戻ってからお母さんがものすごい怒るじゃない。お母さんやけどした人に水飲ましたら死ぬるんじゃのにの、どうして水飲ましたか言う。それをわしが知らんけ飲ましたんじゃの、悪かったのをおばさんがああ言うんじゃ。それでわしはカブカブ飲んで、しょうがないけわしはそう不動院出てから今度へさかの小学校までようやく歩いていった。歩いていっても何歩かけてもかの歩かれんねん。もう足は痛いし背中は皮をむいておるけ、それじゃけ行ったらへさかの学校へ行ったら、わしが行ったら45人来ておった。45人来ておって、看護師さんと軍隊が来てからこうみんな治療して、それを薬を塗ったりしよったり。それだから、わし行ったらもうこう心背中の方から全部皮がむけておるのを、それをハサミで全部軍隊が皮を切りよって、皮を切ってその上に白い薬をちょっと塗ってくれた。塗ってくれたらわしを塗るまではまだそのくらい10人足らす人間じゃったが、わしが来てから治療してから薬塗ってもらうと、まあ何十人何百人言うてから来るんじゃけ。それで学校の運動場に今度はもう前習いやの順番に薬を塗ってくれる。薬塗っておれでも油かそのぐらいのことで、その頃薬もろくな薬がなかったんじゃ。それでそこに皮をむけたのを切って、そこに白い薬を塗って、それから運動場におじさんが8月に6日じゃけ暑いじゃろ。貝はとんどんと照らすし、それじゃけわしがそこで治療してもろって、今度はもう前習いしてからの助けての、それはもうこっちが移動でかなわんけ、助けて言っても向こうも助ける方法がないけ。それでこりゃここをおったらもうためじゃの、思って一番その時にわしは情けないいことはの印象的に今にわしが忘れられるわ。わしが移動でかなうでもうやれんけ、助けて言いよったり。その時軍隊がのだいぶ偉い人じゃが、背が6作ぐらいあっての背の高い人じゃが、こっちは移動でかなわんけ、助けて言うのちょっとじーっとわしをこう見よったり。そしたら顔を見て言葉は何しるの見たら分かる。わしは朝鮮人ということ分かる。それじゃけじーっと見ておってこの倉庫が何言うんかっていうと貴様は朝鮮人じゃろうがあんまり他の人もみんな怪我しておるね、怪我言うな言うてああ言うんじゃ。その話が今にわしは忘れられね。わしがね、日本がああいうつまらん戦争をしなんだなら、わしらがね朝鮮の植民地にわしらがそれだけの苦しいことなかったら日本に来ておらん。わしらやで朝鮮で暮らす、そういう日本の植民地支配下でわしらがやれんけ、日本に渡ってきて徴用を引っ張りて、わしのじいさんも徴用を引っ張りて九州の赤池炭鉱におって、それからここわしが行ってから引っ張り出してね、いわば盗んできたよ。盗んできてこれへさかの水源地こちらのところは隠しておいて、それからしばらくおって、それからわしは朝鮮にいなし、それで福岡交代してからいなしてたんじゃない。そういういきさつにして広島におるよ。
徴用を引っ張られたり向こうにおろう思ってもおられんし血を泣いて祇園に流れてきたそういうわしらの同胞がおっておる。それじゃがその時にでも本当ならの日本が素晴らん戦争したためにこういう罪のない人間がのこういう犠牲に負ったいうことを思ったらああいう話が出まう。それを分からんけああいう話をしたの一番それの話が今にわしは忘られ、原爆をあれだけひど原爆を負ったのにわしは顔はあんまり何を負うてないけこの背中の方から顔がずっと肩を向けてこう何を向けておるんじゃけのこの背中の方は主にわしはこの背中の方が体の3分の2ほど顔が向けてしまうた。それでこの手ももう40何年もなるけそうじゃがこれがそーっとこう印があるんでこう印がこれが原爆に覆ったしまいまでなすんだ。普通のあんたらの手の何と違うじゃろ皮膚が。それで一番しまいに治ったのがこの指じゃけ。一番しまいのでこっちが海が出ての何しでそれから一番しまいまで治らん子に往生したのがこの指じゃけ。それだけとうとう指も当たり前のすぐもう天候に動かない。それだけわしの指を動かない。それだけその当時は口やら顔の方ちょこちょこ焼きどこはしたけどあれは軽かったけすぐ治った。この背中の方が皮が全部むけておるんじゃけ夏は暑くあるしバス寝よう思ったら舌がピチャピチャになるし下手やったら内が湧くしそれじゃけうどんをぐるぐるぐる回してここ背中の方へ一つ当てて一つはこの首の方へそれてそがに寝たら舌空気が入るようにそがにしよったら2分か3分しかなごで5分しか辛抱できん。それじゃけうちの家内と娘らはいつもかわしを起こしたり寝さしたりそれが仕事じゃ。昼でもかやすらにゃハエがたぐるんじゃけ。ハエがたぐったらうちが湧くんだ。それじゃけ昼でもかやを吸ってそれで中入ってその当時はわしはこれを何してから生きるかいう考えは一つもない。とにかくどうしたらこれはわしがこの命を生きろうか死のうかそれ考えばっかり。その時わしが歩くかわしが動いたらわしが自殺しても死んでおる。それじゃけうちの家内に子供を追う何を紐でそれが手が動かんし体が効かんけ口でこうやってこの帯でわしの首を絞めてくれもううちの家内にそのしゃがむのがそれでも実際はしゃがんでも首を絞めて死ぬなら自分が死ぬならしようないが殺しだから首を絞めてくれやせんけ。それじゃけど絞めてくれなんだけどわしがどうとあげでも何しでその10月にね10月それじゃ8月に終わって9月10月総月までの一応この指がきれいに治るまでは1年なんぼかかったよ。8月に終わって10月の21日に2つになる女の子と5つになる男の子のいっぺんに2人2つになる女の子は晩の8時頃あくる日の朝の5時頃に5つになる男の子が今おったら50時か48か9になるあれを一晩に2人死んだんじゃ死んでから一つの車へ今頃死んだら男でも大人でも子供でも結婚の葬式でもしてもらうがその頃葬式で言っても百姓が荷物引っ張る車にやかに乗せて薪死んでからぬくいの焼けば行ってから焼いたよ。その時にね死んだのでも川内村がもう特別多いがったんじゃが過去にもう何百人言ってから
被爆者が来てから学校で女が婦人会が金の星で出てみんな握り飯して、何したんじゃが、それも次言うてからの人が死んだら今頃は結婚や死んだらあんたの何を自動車呼んでから上がり葬式してもらおうが、一つの車へね、一つの車へ死んだ人間は一人じゃないですよ。5人も10人もいっぺんにちょうど割り木を積むようにして車へ乗せて、それから陸井の藪のところへ行って穴を掘って、その下へ薪をいっぱい置いて、それの上に死んだ者は5人も10人も一緒に乗せて、その上に油をこうぶちけて、それから燃え終わったらその上に藁かぶして赤に焼いて、焼いたら骨が誰の骨か分かるもんで、それからみんな埋めてしもうて赤じゃったよ。それはもうそういう残酷はないよ本当。まあ戦争だけはこれじゃな。これからね、あんたら分からんじゃけ、こういうの平和運動でもして、それから戦争は二度とないようなことをせりゃいけよ。もう今度はね、広島に落ちた原子爆弾より今何千倍何百倍言うてから大きいものができておる。今度は落ちたらもう誰が、その頃は広島でも原爆をでも足裏みたいに助かったものがおるが、今度はあったら助かるものおらんですよ。猫も犬も虫も一匹もおらんようになる。そうじゃけ絶対これからの戦争はあっちゃいけんし、しじゃいけん、戦争しじゃいけん、世界が平和に暮らすようなことをせにゃわしらはもう近いうちに死んでおらんようになるが、あんたら若いんじゃけ、そうじゃけこういうの平和運動でもして戦争が絶対ないような、世の中を作るのはあんたらの義務よ。あんたら若い人の義務よ。これからのこの世の中をどうやっていくかいうことを覚悟入れて、わしが言いたいことはほんま山何時間喋ってもわしほんままだわし言いたいことはいっぱいある、いっぱいあるが、それもほんままたあんたら若いけ、それだけ言うてもピンとこんところもあるが本当のわしの気持ちとしじゃそういう気持ちを持っておる。